今回はバリ島の温泉リゾートホテルミンピリゾートムンジャンガンに宿泊した時の動画です。ホテルは空港から約4時間とちょっと遠いですが、バリ島唯一の国立公園近くに位置し、バリ島屈指のシュノーケル、またダイビングスポットの拠点となっています。またここは外国人観光客も少なく、昔ながらのバリ島の雰囲気を満喫できて、プライベート天然温泉も楽しめる隠れ家的ホテルです。ではどんな滞在になったのでしょうか。今回もぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。今回はバイクの2人乗りでホテルに向かったんですが、ホテルに到着した頃には2人とも疲れてぐったりしてしまったので、車を利用するのを強くお勧めします。ホテルに到着すると開放的なロビーでウェルカムドリンクとおしぼりが提供されました。柱も屋根も置いてある家具もバリ島らしい作りでとても雰囲気がいいです。はい、今回のお部屋がですね、はい、こちらのお部屋になります。ちょっとね、今少し空いてるんですけどもね、はい、こちら入っていきます。はい、ドアはね、こんな感じで木でね、はい、鍵をする、施錠するタイプのドアになってます。入ってすぐですね、はい、見てみるとこういった小さなお庭があって、奥にね、はい、温泉があります。すごいね、ここでもね、温泉の匂いがね、すごい漂っていますね。結構ね、4時間かけてね、このお湯満タンにするそうです。今回はね、この温泉付きのね、お部屋にしました。結構熱い温泉ですね。匂いはね、はい、これ温泉ですね。もう温泉の匂いがします。こちらね、はい、お風呂上がりにね、ゆっくりできるスペースもあります。これ贅沢ですね。はい、今ライトつきましたね。はい、はい、今上がね回ってます。はい、こんな感じでね、ちょっと風が吹いてきて涼しいですね。ちょっとほてった川でね、ここでゆっくり冷ますことができそうですね。これいいですね。はい、一番安い部屋だとね、この温泉ついてないのでね、気をつけてください。はい、じゃあこちらですね。結構重厚な木の扉ですね。真ん中にね、ドーンと大きなキングサイズのベッドがね、一つ置いてあって、枕もたくさん置いてます。そしてね、上にはね、蚊帳がありますね。こちら長いデスクがあって、はい、角っこにね、テレビが一つありますね。エアコンも、はい、上に一つあります。はい、木のスツールが一つあります。本当バリっぽいですね。ホテルというよりかフィラですね。はい、ウェルカムフルーツがあります。ブドウとリンゴ、そしてサラックだな、多分。はい、これもね、食べることができます。はい、これナイフないからね、もうかじるしかないんでしょうけどね。それではネットスピードの方をね、測っていきたいと思います。それではスタート。はい、ダウンロードがですね 30.6Mbps ですね。アップロードが 18.4Mbps です。これぐらい出ればね、インターネットは普通にできると思います。はい、じゃあこちら側行きましょうか。ここをね、開けるとですね、何があるのかというとですね、コーヒーカップが2つ置いてあって、はい、こちらネスカフェのコーヒーが2つ、紅茶ですね。はい、ブラックティーって書いてますね。これグリーンティーですね。はい、緑茶もあるみたいです。やっぱ日本人がね、たくさん来るからでしょうね。はい、クリームパウダーですね。はい、これが2つあって、砂糖がね、ついています。ブラウンシュガーとかもね、ありますね。あとはね、これって水が2つ用意されています。この水ってこんだけかなと思ったんですけども、いろんなところでね、水をね、補充するところがあるので、そこで無料で補充することができるそうです。これ助かりますね。湯沸かし器ですね。お湯沸かすポット、そしてガラスが2つ、そして大きな鏡がねあります。で、下にはね、冷蔵庫。これはホテルの冷蔵庫と同じですね。今何も入っていませんけども、何か買ってきてね、ここで冷やしておくことができます。はい、こちらはね、ちょっと電気つかないんですけども、上に枕1つありますね。現地の人はね、これ着物って言ってたんですけども、ガウンのね、薄い浴衣みたいな感じですね。はい、これが2つついています。ハンガーが3つ、はい、3つ用意してますね。はい、で傘も用意されていて、下にはね、セーフティーボックスがあります。
で一応ここねロフトがあるんですよ。ここ階段があって上に登ることができるのでちょっと登ってみましょう。すごいね、階段というよりもはしごですね。かなり急なんですけど、なんかお客さんが来た時とかに、ね、使うことができると言われたんですけど、はい、こちらにもね2人ぐらい寝れるね、はい、ベッドが置いてあります。ちょっとね屋根の近いところなので、エアコンの風が来ないのでね、今ちょっとね暑いですね。昼間の1時ぐらいなのでね。あ、そうだ、このロフトはねもし使ったらね追加料金取られるって言ってましたね。はい、もしお子さんとかいたりとかね、急にね友達来たりとかしたら、こういうとこ使えるんじゃないかと思います。はい、ちょっと下に降りたいと思いますけども、これめちゃめちゃ急なんですよね。これほぼ直角なのでちょっと後ろ向きに降りていきたいと思います。はい、じゃあここはねちょっとバスルーム、トイレになってるみたいなので、ここちょっとね見ていきたいと思います。鍵を抜いて、これで開くんだね。はい、ここすごい明るいんですけども、半分ねこれ屋外なんですね。ここがオープンスペースになっていて、はい、ここからね外が見えます。今ちょうど雨降ってきましたね。はい、そして奥にはねトイレがあって、この棚は何だろう、携帯置いたりとかねできると思うんですが、これ開き戸になってるよ。はい、何かここに置いたりとかね、シャワー浴びる前にねちょっと濡らしたくないものをね置いたりとかできるのかもしれません。トイレットペーパーがねこんな感じでねかかってるんですよ。普通ねこういうのは壁についてるんですけどね、こちらにはねもうインドネシアでは有名なトイレが置いてます。オーソドックスなトイレですね。ウォシュレットもねこれついてますね。はい、これなんですかね。これちょっと見ましょう。ドライヤー入ってますね。はい、こちらアメニティがね置いてるのでちょっと見てみたいと思います。綿棒がね3つ入ってます。はい、こんな感じでね、歯磨き粉もね入ってました。広い洗面台があって、はい、ボディーローションと、ハンドソープ、これタオル掛けがね置いてありますですね。ボディーソープとシャンプーがあります。そしてこちらにですね、はい、大きなね上からかかるシャワーがあって、下にはねよくねインドネシアのトイレであるようなねシャワーがあります。これちょっとねすごい便利かなと思うのが、今ねこちらのドアから入ってきたんですけど、実はこちらにもねドア一つあって、これ何のドアかっていうと、このドアを開けるとですね、はい、さっきの部屋の前に出てきます。そしてこれ入り口ですね。でこちら温泉に直行できます。はい、これ便利なんですよね。この温泉に入って、はい、体濡れたままこのままねこちらのスペースに来て、ここでねまたシャワーを浴びたりとかですね、髪の毛洗ったりとか、ここで体をしっかり整えてからね、拭いてから部屋に入ることができる、そんなシステムになってますね。それではね、はい、この部屋で3泊楽しんでいきたいと思います。はい、今温泉に浸かりながらね撮っています。こういった段差があって、そこに座ると、結構胸ぐらいまでね浸かるような温泉になってまして、結構深さがありますね。あととても綺麗です。ここからね源泉かけ流しのようにね温泉が今出てますね。温泉の成分に関してですね、こちらに少し書いてあったんですけども、ナトリウムカルシウム塩化物硫酸塩を主成分として含むこの天然温泉はドイツ政府の認定基準により高泉水と分類されていますって書いてますね。結構ね入るとすごいわかるんですけども、硫黄の匂いがねすごいしますね。こちら下にも書いてますね。温泉の硫黄成分により貴金属のアクセサリーなど変色する恐れがありますとありますんで、はい、結構ね硫黄の匂いがします。でこちらでね打たせ湯みたいにねこのお湯を肩に当てたりとかすることもできますし、これ段になってるとこ、下のね白いとこね、ここに横になってね、寝風呂みたいにね寝ることもできます。一番安い部屋だとね、部屋にこうしてついてなくて、水着を着てね外に入りに行かなければなりません。特にね今日ねちょっとさっき雨降ってたんですけどね、はい、こういった天気が悪い時とかはね、ここはもう屋根ついてるので、もう全然ね外が雨だろうが晴れていようがね気持ちよく入ることができます。でね、誰もいないですし、本当裸で入れるのでね本当におすすめです。温泉にゆっくり浸かった後はホテルの敷地内を散策していました。
ホテル内は結構広く、手入れされた庭が広がっています。ジムがあったので入ってみました。筋トレの器具は少ないですが、広いスペースに一通りの器具は揃っています。はい、レストラン来ました。結構船がね浮いてますね。ここから、ムンジャンガン島にね行くツアーが結構あるんじゃないでしょうか。このレストランはですね、基本アラカルトで注文するタイプなんですけど、グループで来てる方はねビュッフェとかでね中で食べてる方います。明日の朝はねここでビュッフェ食べる予定になっています。今日は3泊すると、1回食事がね2人分無料になるのでね、はい、どんな食事が来るのかねちょっと楽しみです。一応ね、パンがねこうやってついてきました。ガドガドが来ました。はい、なんかちょっと変わってますね。いつも食べてるガドガドと違う感じです。中にインゲンがね人参と入ってサラダの巻いてる感じですね。あとはこれを別で食べるみたいですけども、ミンピリゾートホテル独特のガドガドですねこれね。まあ美味しいです。はい、これ妻がね頼んだトムヤムスープです。トムヤムくんですね。でこれねライスがついてくるんですよ。こうやって、はい、ご飯もついてくるのでねちょっとお得ですよねこれはね。で結構魚介がね入ってますね。はい、じゃあいただきます。お、辛っ。結構辛いですね。エビの出汁がすごい効いてるトムヤムクンです。美味しいです。知りませんが辛い好きな方はねいいと思います。美味しいです。メイン料理が来ました。こちらですね。はい、ツナをね焼いてもらって、サンバルマターってね生のサンバル辛いんですけどもその火を加えてないサンバルがついています。はい、これサンバルつけていただきたいと思います。美味しいですね。そんなに辛くなくてお肉はパサついてる部分はあるんですけどもうサンバルとかけて食べると美味しいです。はい、こちらですね、もう一つ妻の方が頼んだバラムンディという白身魚のレモンソースですね。結構これも美味しそう。はい、レモンソースと和えていただきます。美味しい。なんか今妻が調べてくれたんですけどミナミアカメというお魚みたいですね。南国特有の魚なんですかね。ちょっと日本じゃあんま聞かないですよね。胡椒が効いてね、なんかレモンも効いて美味しいです。こっちはなんか脂乗ってる魚って感じしますね。デザートが来ました。もうお腹いっぱいなんですけどね、はい、もう暗いのでちょっと今ねライトをつけています。もう真っ暗の中でね食べているので、もう6時半ぐらいまで食べ終わる。5時半とか5時過ぎぐらいに来るのがねいいかもしれないですね。いただきます。いいですね。うまい。甘すぎず、これちょっとこれもつけていただきます。アイスとあるのいいですね。はい、あともうこの時間もね暗くなった途端もう蚊の攻撃がすごいですね。いや本当このレストランはね明るい時間に来ましょう。これ妻が頼んだチョコレートケーキ少しもらいたいと思います。チョコレートケーキいただきます。こんな感じですね。結構本格的なチョコレートケーキです。こんな美味しいんだったらコーヒーとね食べるといいと思います。これすごい美味しい。はい、じゃあゆっくり食べていきたいと思います。昨日夕食を食べたレストランに朝食を食べに来ました。この日はビュッフェ形式になっていました。はい、今食事とってきました。ですね、インドネシア料理ですね。こういったナシゴレンとか、ソーセージとか、一般的なビュッフェであるベーコンとかねあって、あとはパンとかもね一応用意されていました。レタス、トマト、キュウリ、人参、ちょっとねドレッシングかけてる時にですねちょっと猿がですね、会場に現れましてですね、お客さんが取ってきたパンを奪っていくというね事件が起きましたね。海沿いの今席に座ってるんですけどね、ここに座ってるとね目を離した隙に持っていかれるっていうのでね、はい、急遽戻ってきたのでドレッシングはちょっとあんまりかかってないんですけどね、はい、だから最低限持ってきて食べ終わったら取りに行くのがいいかもしれません。じゃあいただきます。普通のナシゴレンの味ですね。ソーセージも美味しい。はい、ベーコンです。
蒸し野菜ですね。美味しいと思います。朝食食べる分にはすごいいいんじゃないでしょうか。ミックスジュースってあったので持ってきたんですけど、スイカですね。スイカが結構入ってますね。あとこれ妻が持ってきたフルーツです。これなんかっていうね、フルーツなんですね。あとはこれがパパイヤ。面白い。なんかねちょっと僕苦手なのでやめておきます、はい、フライドポテト持ってきました。これね揚げたて。あとね今オムレツをね注文しました。目玉焼きとかねオムレツとかね注文して持ってきてくれるみたいですね。はい、これ揚げたてなので食べてみたいと思います。美味しいこれ。はい、オムレツがね来ました。全部入りって言ったのでオプション全部入れてくれたみたいです。ホテル行くとオムレツ食べたくなりますよね。美味しい。これからシュノーケリングに行く方でしょうか。ボートに乗ってねシュノーケリングに向かっているんだと思います。はい、ここ食事どころでもあるんですけどボート乗り合い場でもあるので結構こうやってボート乗ってねムンジャンガン島にね多分行くんでしょうね。僕はもう後で来たいと思います。この日はシュノーケルツアーに参加しました。ホテルからボートでムンジャンガン島の近くのポイントに行き、シュノーケルを楽しめます。この日は小雨で透明度はよくありませんでしたが、たくさんの魚を見ることができました。途中ムンジャンガン島で昼食、散策、そして島に生息している鹿と遊んだ後は、また次のシュノーケルポイントへボートで移動します。ムンジャンガンのシュノーケルを十分楽しめました。今ですね、夕方の3時半ですね。先ほどシュノーケルのツアーから帰ってきて外で、ちょっと温泉に少し浸かって、今部屋に帰ってきました。部屋ね掃除してくれてるんですけども掃除は終わってました。はい、ここもね外のね温泉の休憩スペースもね、はい、綺麗に並べて新しいバスタオルもねこうして置いてくれてます。ちょっとねこれ僕は計算違いだったのがね、はい、お湯がねなくなってました。これね言っとかないと入れてくれないみたいですね。勝手にねお湯を入れてくれてるのかなと思ってたので、帰ってまた家風呂入ろうと思って帰ってきたんですけども、綺麗にね掃除綺麗にしてくれてるのはいいんですけどお湯全然足してくれてませんでした。これなんか言わないといけないみたいですね。ただこれお湯満タンになるまでね4時間ぐらいかかるそうなので、夜の7時ぐらいねなったら満タンになるのかもしれません。はい、これね気をつけといてください。皆さんねせっかく次の日ね外から帰ってきて家風呂でゆっくり浸かろうと思った時にねお湯がないとちょっとショックになります。ここ3泊するのでね、はい、まだいいんですけども1泊しかされない方とかはねこれだとちょっとお風呂入れる時間が少なくなってしまうのでね、はい、ぜひ注意してください。あとね今日は雨です。雨なんですけどもシュノーケリング、行ってきた時はちょっと小降りだったんですけど、海の中なのでね全然ね寒くはなかったです。ただ帰りのボートからね帰りがね体がちょっと濡れてるのでそのボートの帰り15分か20分ぐらいはねちょっと体冷えました。だからちょっと冷えやすい方はねちょっと上に羽織るものとかねあと少し上着は着替え持っといた方がいいかもしれません。はい、今ね8時11分ですね。でやっとねお湯が溜まってきたのでねこれね、はい、結構溢れてきたので今お風呂に入ってます。このミンピリゾートの、敷地内にあるみんなが入れるね温泉あるんですけどもそこはね夜7時前なんですよ。だからこの時間入れるのはねこのお部屋についている部屋の人だけですね。はい、妻もね僕より先に入っていてね体を冷ましてますね携帯見ながらね。あとさっき食事行ってきたんですけどねバリ島の兄貴っていう方をね生で初めて見ましたね。はい、たくさんの方がね一緒にお食事されてました。なんか多分ねツアーで来られてるんでしょうね。兄貴よく来られるって言ってましたからね。この後ねちょっとお風呂ゆっくり入って、はい、ゆっくり寝たいと思います。はい、3日目の朝食です。今日はビュッフェじゃなくて
自分でね注文するタイプでした。コンチネンタルブレックファーストっていうのをね選んできました。そしたらシリアルが来て、コーヒーが来て、こういったねフルーツが来ます。あとねパンとかもね来るみたいなんですけどね、いつビュッフェになるかとか、いつ選ぶ食事になるかはね、店員さんもわからないって言ってましたね。今日は人数が少ないからビュッフェじゃないって言ってました。コーヒーはバリコーヒーですね。はい、下に沈殿するタイプで、ちょっとざらつきはあるんですけど、バリに来たなって感じです。あとこれ僕はパイナップルジュース頼みました。すごい絞りたてみたいですね。泡がすごいですけど。はい、トーストが来ました。トーストはクロワッサン、食パンですね。チョコじゃなくてレーズンが入ってるっぽいですね、多分。でこれなんかパンケーキっぽい生地ですね。いただきます。美味しいですね。プールにやってきました。今日は天気がいいのでプール気持ちいいでしょうね。結構ね25メーターぐらいの長さがあって深さあるみたいですね。でこちら脇に子供用のプールがあります。はい、浅いプールですね。で向こう側にねちょっと日陰の小屋とチェアがねいくつか置いてあります。ゆっくりね、はい、ヨガをやってる方とかストレッチやってる方とか、寝てる方もねいましたね。はい、こちらは温泉がねあります。温泉が2つあります。こちらに円形の温泉、真ん中に丸いテーブルがあって、こちらにはね何もない。これも円形の温泉です。これもねあったかいんですよ。なんか開放的な露天風呂に入りたいという方はいいんじゃないでしょうか。はい、ここもね景色すごいいいんですよね。こっちのね温泉はね真ん中にテーブルがあるのでね、飲み物をねここで飲んでる方もいましたね。はい、こちらお土産ショップですね。お土産とかね T シャツとかもね売ってるみたいです。本当施設が本当に広いので、時々こういった道しるべがないとね分かんないですよね。こういうの見ながらね、はい、部屋に帰らないとねたどり着けないという、本当広いです。はい、これがね一番部屋に近い温泉みたいです。あったかいわ。はい、すぐあったかい。はい、景色はね、周りは部屋なのでね竹やぶで周り見えなくなっています。ホテルのサイトから予約すると無料で1時間2人乗りのカヤックを借りることができます。2人ともカヤックに慣れていなくて何度もマングローブに突っ込みましたが、カヤックでしか見れない景色を楽しむことができました。ちょうど天気も良く波も穏やかで珍しい鳥も見れたりと、気持ちよい時間を過ごすことができました。カヤックから帰ってきたら土砂降りの雨に濡れついでにプールで泳いでいました。雨足が強くなってきて体も冷えてきたので、今度は温泉に浸かって体を温めます。ホテルに屋外温泉があるってやっぱりいいですよね。カヤックで疲れた後は宿泊プランに1人分の無料のマッサージがついていたので、妻の分を3000円分を追加してスパにマッサージを受けに行きました。ここでマッサージして、その後、はい、こちらでシャワー浴びてですね、こちらですね、はい、温泉があったのでね、はい、ここで温泉使って少し温まらせてもらいました。結構ねお湯が熱いんですよね。借りたバスタオルがですね、結構ね黄ばんでるんですけど、これはしょうがないですね。インドネシアクオリティです。でこれからね最後の食事ですね、夕ご飯食べに行きたいと思います。最後の夕食を食べにレストランに行きました。サテチャンプルってきましたね。サテですね。いろんなねお肉の焼き鳥みたいな感じでね、鳥ですね。これイカ、エビ、もういろんなありますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9本入ってます。それと今こうしてご飯が来ました。はい、ちょっとね食べてみたいと思います。ちょっとちっちゃいんですけどね、日本の焼き鳥と比べたらね甘辛いタレで美味しいです。これが僕が頼んだ料理、バラムンディ。これ1日目食べた料理なんですけど結構美味しかったのでね、今日もおかわりしました。はい、なんかお肉よりね魚の方がねやっぱ海近いせいか美味しいですね。マグロはねちょっとねパサついたんですけど、これは美味しいと思います。美味しい。夜はねお客さん少ないんですけど、今日はね日本人の方の結婚式やっててね、外でね今結婚式やってるんですけどね、
はい、それで店員さんがね結構忙しいみたいです。でもね、そういった時でもレストランで食事食べれるみたいなので助かりました。はい、ちょっとゆっくりいただいていきます。最後にですね、このホテルに泊まって、気づいた点についてね紹介したいと思います。まずですね、こういったね木のドアとか、あとこういった取っ手、あとこういった南京錠とかね、はい、ちょっとね普通のホテルとは少し違うので気をつけてください。あとこの南京錠ね、これなくしちゃうと4000円ぐらいね請求されるみたいです。この鍵とね部屋の鍵同じなので、でもこれなくしちゃうと部屋の鍵も変えなきゃいけないからだと思います。すごい部屋の広さ的に何も文句はありません。すごい広くて快適です。ただ何点か注意しないといけないのが、こちらですね。こちらでは着物って言ってナイトウェアなんですけども、こういったテロテロのね、小さな薄いガウンみたいな感じですね、ものがついてます。寝る時これ着てて、ちょっとでもね布団から出て、エアコンつけっぱなしだとね風邪ひいてしまうことがあるので、自分はもう着慣れたねT シャツとかね持ってきてナイトウェアにした方がいいのかなと思いました。朝起きたらもうほぼ全裸になっているってことがね何度かありました。あとはですね、この蚊帳なんですけども、このちょっと変わった形の蚊帳ですね。蚊がねどうしても古い形の部屋なので入ってきます。それでですね、こういったねベープってプッシュ式の蚊よけっていうのをね持ってきておくといいと思います。距離がね結構遠いのが多分難点だと思うんですけども、送迎がね空港からとか電波サルとかでもね、来てくれるみたいです。12,000円、安全のためね、はい、ちょっと運転できない方と運転自信ない方はね送迎使ってくるといいかもしれません。あとミンピリゾートなんですけど、アゴダでもね予約できるんですが、僕はね今回ミンピリゾートをサイトから直接予約しました。サイトから予約するといろんなね特典がついてくるんですよ。例えばですね、ブレックファーストが入ってます。この辺田舎なのでもう近くのコンビニに行って買ってくるとかってなかなかできないので、これはつけた方がいいと思います。あと、バリニーズマッサージがね1時間1人ついてきます。結構しっかりとしたねマッサージでしたね。あとこちらカヤッキング、1時間無料のカヤックがついています。なかなかカヤックでしか見れない景色もあるので、これもおすすめです。結構だからいろいろカヤックとかマッサージ朝食ついてるのでね、直接ね申し込んだ方がいいと思います。お部屋がね一応3種類あって、パティオルームってあるんですけども、ここは本当大きなベッドがあって、お風呂がねついてないんですよね。お風呂は、屋外のね露天風呂に入りに行くって感じですね。シャワーとかはねあると思うんですけども、プライベートなお風呂はないということです。あと僕ら泊まったのがこちらですね。はい、フィラのプライベートホットスプリング、温泉付きの部屋になります。僕はこちらをおすすめします。なんでかっていうと、部屋によっては歩くんですよね、温泉まで。やっぱ近いとね気軽に入れるんですけど、あえて水着に着替えてちょっと歩いていかなきゃいけないってなったらなかなか気軽に入れないですよね。どうせ泊まるならねこっちをおすすめします。プールはね別になくてもいいと思うんですけどね、プライベートプールの方がね、だから温泉ありの方がもし空いてるんだったらそちらの方がおすすめです。はい、なかなかバイクで来る場所ではないとは思うんですが、バイクでも一応来れます。体力のある方はね是非試してみてください。それではねこれからね用意して、最後にねお風呂入って、はい、それからチェックアウトしたいと思います。はい、それではお部屋からは以上です。失礼します。この後ホテルをチェックアウトして、また4時間かけてバイクでデンパサールまで帰りました。ちょっと距離は遠いですが、バリ島の大自然を満喫したい方にはおすすめのホテルです。いかがでしょうか。もしこの動画が参考になった、良かったという方は、いいねボタンも押していただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。